プラモの塗装ってほんと楽しいよね。ってことでどうも、プラミンです。突然ですが、皆さん HGCE のライジングフリーダム作りました？あれね、僕初めて商品画像発表された時微妙かなーって思ってたんですけど、作ったらめちゃくちゃかっこよくてびっくりしちゃったんですよね。でね、僕思ったんですよ。ライジングフリーダム、フリーダムって名前ついてるけど、カラーリングもあってあんまフリーダム感ないよなって。普通のフリーダムと比べてみるとこんな感じ。まあちょっとフリーダムの方ミキシング素材として結構いろんなもの取っちゃったんで不完全体ではあるんですが、こんな感じ。シールドやビームライフルのカラーリングは大体同じなんですけど、本体を比較してみるとかなりライジングフリーダム青くなってるのがわかると思うんですよ。めちゃくちゃ印象違いますよね。で、この2つのカラーリングどこが違うのか見てみると、脚部の青い膝の部分、腕部は大部分が青くなってる。頭部は顎と目の縁取り赤い部分がなくなってる。胴体も大部分のカラーリングがガラッと変更されてる。バックパックは黒い部分にホワイトのラインが入るんですが、シール補填をしないとほぼフリーダム。フリーダムとカラーリングが違うパーツを並べてみるとこんな感じ。ということで今回の動画はこのカラーリングが違うパーツを部分塗装でフリーダムカラーに変更したらどれだけ元のフリーダムに近づくか、これをね検証していきたいと思います。それじゃあ早速作っていきましょう。それじゃあまずはアンテナのシャープ化からやっていきましょう。 HG のガンプラはこんな感じで安全フラッグがついているので、まずはニッパーで切り落とし、僕はいつもこのぐらい少し安全フラッグを残してカットしてます。そしたらここをヤスリでゴリゴリ削って整えていく。ここに関しては本当に自分の好みの形になるまでヤスっていくって感じですね。今回はライジングフリーダムが結構どっしりした体型してるので、アンテナも細くなりすぎない程度にシャープ化させておきます。ってことでシャープ化完了するとこんな感じ。細すぎず太すぎず結構いい感じのシャープ化になったんじゃないでしょうか。では続いてマスキングテープで色分けやっていきましょう。今回ね、塗り分ける箇所が結構細かいところが多かったりで、筆塗りでやっちゃおうか迷ったんですけど、塗装するパーツ自体がそんなに多くないのでエアブラシで一気にやっちゃおうってことでマスキングしてます。そしてビームライフルの青いラインの色分けなんですが、こうやってマスキングテープを貼り付けて溝に合わせてデザインナイフでカットすることで、色分けしたい箇所のみマスキングテープを貼っていきます。カットして剥がしてみるとこんな感じになります。モールドが色分けの境目になってる時はこうやってマスキングを貼ると楽ちんですね。それでは色分け箇所すべてマスキングしたら塗装に移っていきましょう。はい、じゃあ塗装やっていきましょう。まずホワイトの塗装ですが、これはね白サフそのまま吹いていきます。しっかりかき混ぜてエアブラシに塗料を入れていく。この塗料ボトルマジで便利なんですけど、この動画で詳しく解説してるので、もし興味があったら見てみてください。それじゃあいよいよパーツに塗料を吹いていきましょう。今回はなるべくね塗膜を薄く仕上げたいので、まず1層目は粗めに塗料を吹いていきます。塗りたいパーツに全部この工程をして塗り終わるとこんな感じ。若干成型色が透けてるんですが2層目を塗るので問題ないです。全パーツ2層目も塗り終わったら次の色塗装していきましょう。次はブラックの塗装ですが、こちらも黒サフをそのまま吹いていきます。ざーっとプラスプーンに吹いてみるとこんな感じ。めっちゃ黒い。黒サフは隠蔽力がバカみたいに強いので1回でざーっと塗って仕上げちゃいます。お手軽ですね。塗り終わるとこんな感じ。この黒サフは本当にお気に入りですね。黒い塗装はだいたいこれで終わらしちゃうね。次に胴体も黒くしていくんですが、このライジングフリーダムの胴体めちゃくちゃ面が多いんですよ。多面的な構造になってるので塗料がたまらないように注意しながら薄く塗っていきます。これはもう本当最近買い替えたタミヤのコンプレッサーと新しいエアブラシのおかげでマジで綺麗に塗れますね。最高です。続いて肩アーマーのグレーのパーツなんですが、ここは赤で塗装する予定なんですけど、まず最初に黒サフで下地を作っていきます。これで重厚感のある赤を作ります。ってことで次は赤色を塗っていきます。ここは僕の相棒ディープレッドで塗装。それじゃあ早速ディープレッドを吹いていくんですが、これね黒サフで下地を作っているので一発じゃそんなに綺麗に色乗らないんですよ。なので何回か色を塗り重ねて完成したものがこちらになります。やっぱこのディープレッドはほんといい色出ますね。続いて腹部とビームライフルの青い部分はミスターカラーのブルーに先ほど使用したディープレッドを少しだけ混ぜて色を作っていきます。軽く吹いてみるとこんな感じ。結構いい色できました。このカラーは結構目立つのでちょっとだけ希釈率を上げてシャバシャバにしたので、本当に軽くね薄く塗って色をつけていきます。ビームライフルの方にも色をのせたらこれでエアブラシ塗装工程は完了です。そ
それではまずはドキドキマスキング剥がしタイムやっていきましょう。今回ビームライフル以外結構細かいところの色分けだったのでマスキングがあんまり気持ちくないね。はい、まず顎の部分剥がしたんですがちょっとね色がはみ出ちゃったのでそこはデザインナイフで削っていきます。修正が完了するとこんな感じ、結構いいですね。他の部分もじゃんじゃん剥がしていきましょう。目の縁取りの赤い部分、ここ結構綺麗にできたんじゃないでしょうか。最後にビームライフルも剥がしていきましょう。なんだかんだビームライフルもあんま気持ちくないね。はい、マスキング貼るときに解説した場所はこんな感じ。めちゃくちゃ綺麗にマスキングできましたね。はい、ってことでビームライフル全部マスキング剥がすとこんな感じです。続いてセンサーにシールを貼っていくんですが、まずはツインアイから。ツインアイはカメラ部分に付属のシールを使うんですが、そのまま貼ると黒い縁取りが邪魔なのでカメラ部分だけデザインナイフで切り取っていきます。これは半端なく地味な作業。やっとの思いで切り出すとこんな感じで、これをパーツに貼り付けてこの UV レジン液を使用して光沢感をねさらに出していきたいと思います。爪楊枝にちょっとだけ乗せてはみ出さないように慎重に乗せていくとこんな感じでマジでめちゃめちゃ輝きます。全てのセンサー箇所に UV レジンを乗せたらこの UV ライトを使用して硬化させていきます。お前ら立派なカチコチ UV レジンになるんだぞ。まあだいたい3分ぐらい照射したら OK では続いて唯一の筆塗り部分塗装バルカンの色分けやっていきましょう。使用する塗料は水性アクリジョンのメタルブラック。筆にそのまま塗料をのせてこんな感じでベタ塗りでいいので塗っていきます。塗り終わるとこんな感じ。ちょっとはみ出た箇所は後で拭き取るので問題ないです。 UV レジンの効果も完了したので頭部組み立ててみるとこんな感じです。どうでしょう、めちゃくちゃかっこいいですね。まずそもそもキットの出来がめちゃくちゃいいのとプラスアルファ塗装と UV レジン工作とかそういったところでマジでめちゃくちゃかっこよく仕上がったと思います。では続いてタミヤの墨入れ塗料を使用して墨入れやっていきましょう。今回は特にモールドの彫り直しもしてないんですがこのキットモールドがやけにもともと深いんですよ。なのでこんな感じでめちゃくちゃ綺麗に入りますね。でこのように墨入れをする箇所の色に応じて墨入れ塗料の色を変えることで墨入れのメリハリがねしっかり出るのでおすすめです。塗料の流し込みが完了したらエナメル溶剤で拭き取りをしていきます。こんな感じで綿棒にちょっとだけつけてはみ出た箇所を軽くこするだけ。これで簡単に拭き取り完了です。この作業ね結構好きですね。墨入れビフォーアフターはこんな感じ。やっぱ塗装における墨入れってほんと大事ですよね。墨入れが完了したらみんな大好きデカール貼り。使いたいデカールをカットして水でしゃぶしゃぶ。そしたら濡れたスポンジの上に置いてちょっとだけ放置しておきます。そしたらデカール貼り最強のお供ミスターマークセッターをデカールを貼りたい箇所に少しだけ乗せてデカールを乗せる。綿棒で軽く位置を調整して余分な水分を拭き取る。はい、こんな感じ。あとはいろんなところにデカールを貼っていくんですが今回はね塗装でどれだけ変わるのかを見たいのでデカールは若干控えめです。あとバックパックにいい感じのデカールを貼りたかったんですけどいい水転写式デカールがなかったので余ってるリアリスティックデカールを貼っていきます。そして最後に艶消しトップコートを拭いてこれで完成です。はい、ということで完成しました。思った以上にめちゃくちゃかっこいいですね。やばくないですか？フリーダムっぽさないかなって思ってたんですけどこうしてフリーダムカラーにしてみるとめちゃくちゃフリーダムですね。なんならめちゃくちゃかっこいいフリーダムって感じ。やっぱりね全身かなりマッシブになってるので本当にゴツゴツの力強いフリーダムって感じ。これやばいね。塗装前と比較してみるとこんな感じ。こうして見てみるとなんか塗装した後の方がスマートに見えるんですよね。カラーリングを変えるだけでこんなに違うもんですか。そしてやっぱりライジングフリーダムはフリーダムなんですね。ポージングを取らせてみるとこんな感じ。このキットね本当に出来がいいので可動域半端ないし全体の造形が本当にかっこいいのでこういうねかなりケレン味のあるポーズもしっかり決まってくれますね。胸を張る可動がめちゃくちゃできるのでこういったビームサーベルを使用したヒロイックなポージングもめっちゃ決まりますね。それにしてもこのフリーダムなんだけどフリーダムじゃない造形がある感
感じ、若干脳みそがバグるけどかっこいいからそれでいいということでね、今回の検証結果、ライジングフリーダムをフリーダムカラーに塗装したらめちゃくちゃフリーダムになるでした。ということでね、この動画、この作品がいいなと思ってくださったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。